イラスト美術館へようこそ。私はガイドの椿と申します。当館はイラストレーター様の作品をオンラインで展示している美術館です。さて、本日は三崎ゆずるは様の作品、隔撃の魔人をご紹介します。まずはイラストの世界観について解説します。かつて、初代聖帝が悪魔を征伐したことで、成立したという帝政国家、帝国。この国は聖帝とその配下、聖帝直属の親衛隊、騎士によって、代々統治、守護されていました。しかしある日、そこに住む、ごく普通の少女、レベッカは、聖帝らによって家族も生活も、すべてを奪われてしまいます。失われた命への嘆き、突如として平和を奪われた悲しみ、そして聖帝への憎悪、劇場を受け、ついに隔撃の魔人が目を覚まします。レベッカはパイロットとして契約を結び、その怒りと悲しみを体現するかのように、家族の仇である騎士のカルキ隊を、長大な剣で貫き、瞬く間に5体を引き裂いたのでした。魔人の名は、レザリエル、箱、と呼ばれる現在では解明不能な、強大なエネルギーコアを備えた機体であり、はるか昔、この世界を脅かした伝説の悪魔と、同様の名を冠していたのでした。聖帝への復讐を決意し、レザリエルと契約したレベッカ。果たしてこの先、どんな過酷な運命が、彼女を待ち受けているのでしょうか。本作品のポイントは3点。グリザイユ画法。色鮮やかな配色。裏、上から順に解説をしていきます。まずは、グリザイユ画法について。全体像はグリザイユ画法で描かれています。そもそもグリザイユ画法とは何かわからない。という方へ簡単な用語の解説ですが、最初にモノクロで絵を描き切った後に、その上から色を乗せていく画法のことを言います。このグリザイユ画法のメリットとして、固有色にとらわれずに立体感や影のトーンを表現しやすいため、ロボットやメカのような固めのモチーフに特に適しているため取り入れたとのことです。次に、色鮮やかな配色についてです。グリザイユ画法では色がくすみやすいという欠点を補うため、ビビッドな色、つまり鮮やかさが必要なパーツに色の加筆がされています。具体的には額から首、肩にかけて存在する宝石のような赤いパーツ、また、各所に存在する金色の装飾に加筆を行い、質感のクオリティを高められています。3つ目は、ブラーについて、やられ役の騎士や、その首を引きちぎった右手などに、クリッツタジオペイントのフルタ機能、放射ぼかし、移動ぼかし等を取り入れ、かなり激しめのブラーがかけられております。これによりブラー、つまり動きや勢いのある、躍動感あふれる絵に仕上がっております。では、ガイド椿から変わりまして、私、ゆりより作者様の思いをお伝えします。作品を描くに至った経緯は、冒頭クライマックスというか、アニメで言えば第1話ラスト10分とか、そういう盛り上がる場面を描いてみたかったことが理由です。作品を見た方にどのように伝わってほしいか、この悪魔を目覚めさせた少女の劇場が、画面から伝わればいいなと思ってます。最後に、僭越ながら、私たちが感じた本作の魅力をお話しします。個人的には第1話という設定が、一貫されていて良いなと思いました。敵グループの下っ端が緑色に近い、ライトブルーの機体を携え暴れ回るも、圧倒的な力を手に入れた主人公に、完膚なきまでにねじ伏せられる、というのはロボットアニメの王道を感じさせます。また、機体名のゲサリエルという名前の由来、とある悪魔の正体も考察のしがいがありますよね。私は神話には明るくないですが、このイラストを初めて見たときは、一見、ヒーローのようないでたちとしながらも、敵機のパーツを心臓をえぐり取るように奪う姿に、憤怒の悪魔、サタンの化身とも、言えるまがまがしさも備えているような、そんな印象を受けました。さて、私たちのお話は以上となりますが、ご来場された皆様はどう感じましたでしょうか？よければ皆様の思いも聞かせてくださいませ。それでは以上で、隔撃の魔人の
ご紹介を終了したいと思います。三崎ゆずるは様。並びにご来館いただきました皆様方。ここまでのご視聴誠にありがとうございました。またのご来館をお待ちしております。